楽しいな。これも全部自分で殺した妹を助けるためだもの。もう許して。どうも皆さん、カイトです。新年明けましておめでとうございます。2022年もよろしくお願いします。ということで、今年も変わらずおすすめのゲームを紹介していきますね。皆さんはクライスタをご存知でしょうか？こちらは2018年10月1日に PS4 で、2022年2月24日に Nintendo Switch でもリリースされるゲームになります。早速22時間ほどプレイして新エンディングまでクリアしたんですが、ストーリーが秀逸な簡単アクションでしたね。3D モデリングは風流特有の映像なのですが、立ち絵の綺麗さ、そして壮絶なうつ展開のストーリーはめちゃくちゃ面白かったです。今回はクライスタというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。またこの動画ではクライスタゲーム画像やプレイ動画実況に含むに関するガイドラインに伴い、オープニングとエンディングを除いた1周目の動画で作成していますのでご了承ください。では早速やっていきましょう。まずジャンルになるんですが、フルボイスによるアクション RPG になりますね。主人公である畑田玲が妹と一緒に変国に連れてこられたが、不意に妹を亡くしてしまい蘇りを目指すというのが一連の流れ。悪魔と契約した玲ちゃんが死後の世界で幽霊をバッサバッサ残罪していくという感じになりますね。シームレス戦闘なので、マップ上に現れた敵を見つけては倒し、見つけては倒してアイテムやスピリットをドロップします。アクションは弱攻撃、強攻撃、必殺技等の3パターンで構成されていますが、弱の3連が一番手っ取り早く倒せるのでおすすめ。さらには3連の流れで必殺技を繰り出すコンボが一番使いやすかったので覚えておくと良いかもですね。キャラクターとしてはレイちゃん含め不動寺心、めぐみ抜線、ナナナと4人での行動になり、拳、二刀流、遠投というそれぞれ違った特性を楽しめます。左下の涙ゲージは敵を倒したり任意でなく動作で貯めることができて、マックスになった瞬間に守護者モードで無双できるのもなかなかに面白い一つですね。次にストーリーを簡単に説明すると、普通の日常を送っていた畑田玲が妹と一緒に急に変国に引きずり込まれることになります。右も左もわからないままに妹と脱出を試みますが、勇気の出現により妹が転落、打ちひしがれる中で守護者ヘラクレイトスの力により戦える姿に変身します。やっとの思いで妹を見つけたレイはアナムネシスという女性にメンタルブレイクさせられてしまい、妹を切ってしまうという暴挙に出ます。我に返った彼女は絶望に落ちて涙を流したその瞬間に双子の悪魔が現れて、救いたかったら契約しろと迫られ、選択余地なく契約。悪魔の代行者として勇気を借り、イディアと呼ばれる涙の結晶体を捧げることで妹の蘇りを目指すっていうお話ですね。そしてこのゲームの魅力なんですが、1、圧倒的なうつ展開のストーリー。チュートリアルのシーンでレイちゃんが妹の未来を我を忘れて切ってしまうという始まりで、すでに絶句を味わえるという稀な設定です。死後の世界という舞台なのもあって、周りに出てくるモブキャラでさえ卑屈精神真っ只中。仲間になるキャラたちも壮絶な過去を体験している救いようがない感じなので、ハマる人にハマるというのが面白い。血みどろというのは違い、どちらかといえば美しい世界に静寂な闇をプレイヤーのメンタルに訴えかけてくるイメージを持つのが良いかなと。特に明るい関西女子心の設定がエグすぎるので、ここはプレイして確かめるのがいいと思います。こういったダーク感はほんま好き。2、泣けば泣くほど強くなる。初めてプレイされる方は絶対意味不明になるのが勇気と勇者の違い。勇気は倒すことで苦しみの末に出た涙の結晶体であるイデアを出すことができるボスと、姿形が勇者と変わらない赤バージョンという2パターンです。どちらも断末魔の思念をドロップします。勇者はそこら辺で戦える雑魚敵ですね。ここで気になるのは、なぜ泣けば泣くほど強くなるのかということですが、勇気を倒すことで得られる断末魔の思念を例の部屋で断末魔の浄化をすると、思想という装備品に早変わりというね。これは変国探索では欠かせなくて、光線思想と防護思想に変換されて装備してバフをかけれる感じがなかなか良かったですね。変国内はマップが広いので、隅々まで探して赤勇気を見つけてはラッキーと思い狩る。思念をゲットした時に出る断末魔の叫びの演出がダークすぎて最高なんですよね。思念を取れば取るほど演出にブーストがかかるので、フリュースさんかなりやってくれてます。3、
誰でもクリアできる難易度。初期設定のノーマルでプレイしたんですけど、圧倒的に簡単なんですよね。というよりゴリ押しで勝てるのがクライスター。雑魚敵、ボス敵も攻撃のパターンが一定なので、避けやすさと当たらなさがイコールになるぐらい食らわないです。常に弱の3連コンボと使いやすい必殺技のコンボを見つけては繰り返していけるので非常に簡単。試しにハードにしてみたんですけど、敵の硬さと攻撃を食らった時のダメージ量が増えるだけで倒すのに時間がかかるだけというね。ストーリーを楽しみたい方はイージーにしてサクサク進めていくのが一番効率がいい感じに思いました。最後にクリア時間なのですが、ノーマルでプレイした時の1周目のクリア時間は18時間ほどでした。第8章まであるので2周目3周目を合わせると22時間ほどかかるかなと。イージーだともっと短縮できます。アクションは置いておいて、ストーリーであるうつ展開と3周目の最終エンドはめちゃくちゃいいんで、気長にプレイするのがベストだと思ってもらえたらなと。以上になります。泣けば泣くほど強くなるアクション RPG クライスタ。アクションとは銘打っていますが、ストーリーへの重点が半端ないのがフリューさん特有の面白さ。そして今年の2月に発売される Nintendo Switch 版では追加コンテンツの全部込みという形のリリースです。この機会にぜひ壮絶なうつ展開のストーリーを体験してみませんか。きっと77の天真爛漫さが唯一の癒しになること間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめするゲームをクリアして紹介をしております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。